おはようございます。桜井です。ビットコインが急落し、一時8万2000ドルまで下がりました。同時コインも 9% の大幅下落、市場全体が荒れています。なぜこれほど大きな下落が起きたのか、その背景にはトランプ大統領の発言や暗号資産市場を取り巻く最新の動向が影響しています。さらに一部の専門家はまだ下がる可能性があると警告しています。一方でゴールドバックトークンなど一部の暗号資産は安定した動きを見せています。この動画では今回の急落の原因、今後のシナリオ、そして暗号資産投資家が今どう動くべきなのかについて分析していきます。次にビットコイン、同時コインの下落がなぜ起きたのか、こちらについても見ていきます。まずはビットコインは先週一時8万2000ドルまで下落しました。同時コインも 9% 下落し、多くの投資家が警戒を強めています。市場全体が不安定な中、この下落は一時的な調整なのか、それともさらなる暴落の前兆なのかという疑問が出ています。では、なぜこれほど大きな下落が起きたのか、その理由を見ていきましょう。まず一つ目の要因はトランプ大統領の発言です。彼は景気後退の可能性について明確に否定せず、不安を煽るような発言をしました。これにより投資家のリスク回避姿勢が強まり、暗号資産市場にも影響を与えました。二つ目の要因はトランプ大統領が主催した暗号資産サミットへの出動です。このサミットでは暗号資産に関する重要な政策発表が期待されていました。しかし具体的な新政策はなく、市場の期待を裏切る形になりました。その結果、投資家のセンチメントは悪化し、売りが加速しています。さらに3つ目の要因として、イーサリアムに関連する15億ドルのハッキング事件も市場の信頼を揺るがしました。これにより暗号資産は本当に安全なのかという懸念が広がり、一部の投資家が資産を引き上げる動きにつながった可能性があります。これらの要因が重なり、市場全体にネガティブな流れが生まれたというわけになります。では、同時コインの下落はどうなのでしょうか。次に同時コインの現状と反発の可能性を見ていきましょう。はい。では、ここからは同時コインの下落と反発の可能性というところで、同時コインは今回の市場全体の下落の影響を受け、9% の大幅な下落となりました。特に短期的な投資をしている人にとっては気になる動きではないでしょうか。では、この下落は一時的なものなのか、それともさらに下がる可能性があるのか、市場の専門家の見解を見ていきましょう。まず、暗号資産アナリストのアリ・マルティネスさんによると、同時コインが特定の条件を満たせば大きな反発を見せる可能性があるということです。その条件っていうのは、重要なサポートレベルを維持すること、そして取引量が増加することです。つまり、現在の水準を割らずに推移し、買いが強まるようであれば、反発の可能性が高くなるということです。この動きは過去の同時コインのパターンにも似ています。過去にも一時的な急落の後、短期間で大きなリバウンドを見せたことが何度かあります。しかし、市場が弱気なままであれば、回復に時間がかかる可能性もあります。特にビットコインがさらに下落すれば、同時コインもその影響を受けるでしょう。では、今回の下落相場の中で比較的安定した資産はあるのでしょうか。次にゴールドバックトークンの動きについて見ていきましょう。では、ここからはゴールドバックトークンの動きというところで、今回の市場全体の下落の中で、ある特定の資産は比較的安定した動きを見せていました。それが金に裏付けられた暗号資産、いわゆるゴールドバックトークンです。ゴールドバックトークンっていうのは、その名の通り金の価値に連動する暗号資産です。金自体は伝統的な安全資産として知られていますが、今回のように暗号資産市場が不安定になると、その価値が再評価される傾向があります。実際ビットコインや同時コインが大きく下落する中、これらのゴールドバックトークンは価値を維持し、投資家の資産を守る役割を果たしました。この動きは暗号資産市場のボラティリティが高まる中で、一部の資金がより安全な資産へとシフトしている可能性を示しています。特に短期トレーダーではなく、中長期の暗号資産投資家にとってもリスク分散の手段として注目されているかもしれません。では、今回の市場の下落を受けて、
今後どのようなシナリオが考えられるのでしょうか。次に今後の展開と投資戦略について考えていきます。では今日はここまで市場の下落要因とそれに対する投資家の動きを見てきました。ではこの先展開はどうなるのでしょうか。今回の市場の動きを踏まえると大きく2つのシナリオが考えられます。まずシナリオ1として市場が回復する場合です。この場合、ビットコインが78,000ドルを下回らずに反発し、市場全体が持ち直す可能性があります。同時コインも取引量が増加し、サポートラインを維持できれば大きなリバウンドを見せる可能性があるとアナリストは分析しています。また、トランプ大統領の発言が市場にポジティブに受け止められる展開になれば、投資家心理が改善し、買い戻しが進む可能性もあります。次にシナリオ2としてさらなる下落が起きる場合です。一方で市場が不安定なまま推移し、ビットコインが78,000ドルを下回る場合、さらなる下落が起こる可能性があります。ビットメックスの共同創設者であるアーサー・ヘイズさんもビットコインが78,000ドルまで下落する可能性があると警告しています。このような状況の中で投資家ができることは何でしょうか。まず短期トレーダーの方は価格の動きを細かくチェックし、サポートラインの維持や出来高の変化に注目することが重要です。一方で中長期の投資家は市場の変動に一喜一憂せず、ポートフォリオのリスク管理を考えるタイミングかもしれません。特に金に裏付けられた暗号資産のような比較的安定した資産に一部を分散することでリスクを抑えられる戦略も考えられます。市場がどう動くのか、これを見極めるのは難しいですが、だからこそ下落相場でも利益を狙える手段を持つことが大切です。今回のように市場が荒れると、今は買うべきなのか、それとも売るべきなのかと迷う人も多いかもしれません。そこで短期トレードを考えている方におすすめなのが、みんなのコインです。みんなのコインだったら少額からスタートできる上に暗号資産 CFT 取引なので買いだけではなく売りからもエントリーができます。例えばまだ下がるかもしれないと思ったら売りから入り、相場がさらに下がれば利益を狙うことも可能です。さらに現物取引と違い暗号資産そのものを保有しないのでハッキングリスクがないというメリットもあります。興味がある方は概要欄に公式サイトのリンクを貼っておきますので、ぜひチェックされてみてください。それでは今回の内容をまとめていきましょう。今回の動画ではビットコインと同時コインの急落の背景、そして今後の展開について分析してきました。まず市場の下落要因としてトランプ大統領の発言による景気後退の懸念、暗号資産サミットでの期待外れな内容、イーサリアムのハッキング事件などが影響している可能性があることを解説しました。また、同時コインについては短期的な反発の可能性もあり、アナリストの分析ではサポートラインを維持し、取引量が増加すればリバウンドのチャンスがあると指摘されています。一方で市場が弱気トレンドを続ける場合、ビットコインが78,000ドルを割る可能性についても専門家が警鐘を鳴らしています。今回の下落相場の中で比較的安定していたのがゴールドバックトークンでした。暗号資産市場のボラティリティが高まる中でリスク分散の一つの選択肢として注目されています。では皆さん、今回の市場の動きをどう見ますか？同時コインはこれから回復すると思いますか？ビットコインはどこで底を打つと思いますか？ぜひコメントで意見を聞かせてもらえればと思います。はい。ということで本日の内容は以上です。今後も暗号資産の海外での最新情報をお届けしますので、ぜひ暗号資産情報が気になる方はチャンネル登録をよろしくお願いいたします。そして今日の動画の内容が参考になったと思われたら高評価もよろしくお願いいたします。では最後にお知らせがあります。今、暗号資産に関して情報交換できるオープンチャットを用意しております。このオープンチャットでは暗号資産に関していろいろと情報交換できるコミュニティの場となっていますので、興味がある方は参加されてください。参加費用は無料です。参加方法ですが、概要欄に僕の公式 LINE を用意していますので、そちらより登録してもらうと自動返信チャットにてオープンチャットのリンクを記載しています。そちらから参加されてみてください。では今日も最後までご視聴していただきありがとうございました。